been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Shockwaves with you. 皆さんこんにちは、おふみです。今日はですね、私のやってるダイエット法だったりとか、運動とか、食事とかも身長体重とかも、ほぼ私の全てを含めた動画はこちらで解説しておりますので、どんなことをやってきたからとか、どんな期間でそうなったかとか、いろいろ詳しいことはこちらの動画で説明しているので、まずこちらをご覧いただきまして、こちらの動画も見ていただけるとよりわかるかなと思うんですけれども、インスタグラムの方で募集させていただいたところ、約360以上の質問がいただきまして、本当にありがとうございます。私なんかでよければ360個多分答えきれないと思うので、いくつか抜粋してしまう形にはなってしまうかもしれないんですけれども、お答えさせていただこうかなと思います。あとですね、すいません、ちょっとダイエットとね、今から関係ない話になるので、本編はこの分まで飛ばしていただけたらと思います。ダイエットの関係なく質問の多かったことを今からお答えさせていただくんですけれども、今日桜の写真をね、着物着て撮りに行ったんよ。ほんなら、この日のメイク教えてくださいみたいないただいて、で、撮りに行って着物脱いで今これ着て撮ってるみたいな感じなんで、実質この顔のメイクなんですけれども、ちょっと写真と顔ちゃうやんみたいな。お前詐欺しとるやんけみたいな感じで思われた方はちょっとすいません。否定できません。すいませんって感じなんですけれども、今日のメイクはですね、カラコンだけカンナーローゼのヌードをつけておりまして、で、それ以外はもう本当に全部、こちらの動画で出している通りのメイク手順、メイク方法でございます。なので、もしよかったら、こちらで、参考にしていただけますと幸いです。本当にダイエットとか、運動とかで一番大事なことは、とにかく健康になるためにするっていうのが第一なので、決してその無理なダイエットとかは本当にしてほしくないなって思うし、私がこうやって答えるのは、本当一個人の意見なんで、もし体調悪くなったりしたらすぐにやめてほしいなっていうのは、すごく思います。健康になるためにみんな頑張ろうね。長い距離を歩けることがあったら教えていただきたいですっていうことなんですけれども、私の場合はこの動画でも言っていたんですけど、最近はウォーキングはね、最初10キロから始めて12、13年まで上げていって、最近は20キロ以上は歩くときは歩くって言ってるんですけれど、多分ウォーキングはそんなに多分体力個人的には使わないと思ってるので、とにかく飽きないことが自分の中ですごい戦いなんですよ。いつも毎日同じルートをぐる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 回ってるんですけれど、でもその時にその流行りの曲とか、私 K-POP とかがね、おすすめで流れてくるのを聞くのが好きなんですけど、妄想するんですよ。自分がアイドルだったらみたいな。みたいな感じで、妄想の中はね、いくらやっても大丈夫なんで、ほんとスポットライトバーンみたいな妄想をずっとして、まあそうですね、多い時やったら4、5時間かな、ぐるぐる。時間がある時は歩いてます。生理中のダイエット方法を教えてほしいです。私はね、生理ね、ごめんなさい、生理ってダイレクトに言ってちょっと不快な方すみません。レディースデーの方がね、プリンセスデーっていう言い方でしょうか。忘れるかもしれんけど。プリンセスデーはね、私、不健康なダイエットとか、不節制をしてた時ってめっちゃ生理重くて、ごめん、生理って言っちゃう。もう生理では。って言っちゃう。実体験やからね、これがみんなに当てはまるとかを言いたいんじゃないんやけど、だから、なんかほんま健康的に食べて、寝て、運動してたら、安定してて、実はそれがうちもびっくりしたんよ。生理が軽くなったので、歩く距離を別に縮めなくてもしんどくはないから、ごめん、結論まで長くなっちゃったんやけど、生理中もしんどくなければ普通のこっちの動画で紹介してるメニューをずっとやってるって感じですね。2日目とかの時はちょっとストレッチと筋膜リリースとマッサージ、あとシャワーとか、まあ自分にできる範囲の最大限をやるっていう感じですね。食欲はね、私ね、生理中はそんなバカ食いしたくならへんやけど、っていうか、食事はもうほんまにお米ちゃんと食べるようになったら不安定になることは全くなくなったんやけど、その時に食べたくなったら、前も言ってたみたいにお米をめっちゃ食べます。ほんまにね、うちはお米食べ出してからそんな過食欲とかもなくなったから、便秘の時の対処法。私はあんまり便秘にはならない方なんですよ。やる気が出ません。カツ入れてください。でもね、これもいっぱいいけてたんやけどさ、いけやれーっていうのちょっと苦手やねんか、なんか。だから、無理ない範囲で健康に
なろうね。いやそんなん甘ったれんな、もっといけーっていう言葉を求めてたらごめん、ちょっとなんていうの、心配性というかさ、うちがこれ言ったせいでなんか食べれへんくなったらどうしよう、みんながしんどいダイエットしたらどうしようみたいになっちゃって、だからほんまに無理ない範囲でやってくれるのがうちも一番嬉しいって思う。間食で食べてるもの、なんの PR でもないけど、間食したくなったらお米食べてるから、まあ、3食しっかり食べて、間食したくなったら、お茶碗一杯分のご飯と、普通にふりかけとかを食べてますね。外やったら、めっちゃお菓子食べたいみたいな。で、その欲もごめん、ないんやけど、ほんまに、ちゃんと食事するようになってから。めっちゃ、例えば、お腹空いてないけど、口寂しいな、みたいな。で、ガムはうち裏側に矯正してるから、ここまで聞いてくれて、滑舌こいつめっちゃ悪いやんと思った方ごめん。裏側矯正してて、ちょっと、言い訳にしたくないけど、ちょっとごめん。あんまりよろしくないかも、滑舌。うん。で、その、ガムとかグミとかは食べたらあかんのよ。矯正器具が外れるからね。ってなった時に、最近おにぎりを買うようになりました。で、そのおにぎりも特に私は制限設けてなくて、ツナマヨとか好きなんで、ツナマヨとかも全然唐揚げ入りおにぎりとかも買うし、そう、おやつね。ごめんね、一個一個ちょっと回答長くなっちゃってるかな。ごめんね。食事にしてほしいです。今日はこんな感じでした。激しい運動ができない人におすすめな運動ってありますか？お医者様とかの方がそれは悔しいかもしれへんな。なんやろう、激しい運動できひんかとか。でもなんかラジオ体操とかは、座っているラジオ体操とかいう動画もうち見たことがあるから、それいいかもしれん。なんか有酸素運動も入ってるらしいし、あれ。顔痩せの仕方教えてください。なんか頑張ってずっとAM ウォーキングとかしてたら、なんかね、写真とか動画見返すと、顔の形っていう、形が変わったじゃないけど、すっきりしたなって個人的にめっちゃ思う。だから、全身痩せしかないのかなみたいなとこは正直あるかも。ファスティングはしたことありますか？ファスティングって断食とはちょっとちゃうらしいな。私も最近知ったんやけど、ファスティングやってみたいなと思う。ただ断食はしたことある。けど、絶対せん方がいい。もうね、断食成功するんよ。1日2日は。ただ、翌日以降からがもうね、食欲大乱れ。でも爆食いが止まらん。あれはあかん。だからうちが動画でも言ってたように食べ過ぎた翌日もしっかり3食お米もしっかり食べて、食べ過ぎた翌日急に減らすんじゃなくて、食べ過ぎた翌日毎日の普通の食事に戻すっていうことがすごく大事やなって実感したんよ。そこでやけになるかならへんかが継続できるかできへんかがすごい自分の中で分からみやったなって思う。前までうちも食べたらもうやけくそなって、もうあかん、もう痩せれへんわ、こんな生活してたら。昨日のお爆食いで太ったし、別に今日は食べても変わらんやろっていうのが1週間2週間続いたらやっぱり結果にっていうか体に現れてくるし、逆に開き直って、マジで昨日ご飯マジで美味しかった、マジで美味しかった、よし朝ごはん食べようみたいな方が心にも良かったし、不思議と食欲も乱れへんかったし、体重もバーンって一瞬いくけど、その後からガクカクってなりながらちゃんと落ちていってくれるから大丈夫、焦ることない、マジで大丈夫。ほんまに気持ちめっちゃわかるけどな、めっちゃわかるよ。みんな結構爆食してしまいます、制御方法を知りたいですって方が結構多いんだけど、お前それしか言わんやんけ、他にないんかいって言われるかもしれんけど、お米がいろいろ出てるから、情報やっぱりこのネット社会、その自分に合った方法を一個一個試していくことが大切かなって思うんやけど、お米って言い方してるけど、ちゃんと炭水化物っていうことなんやけど、さつまいもとかでもいいし、オートミールでもいいし、お蕎麦でもいいし、うどんでもいいし、何でもいいから、その炭水化物をしっかり摂る。3食欠かさず断食しない。っていうのが、制御方法になった。そうやね、ごめん、お米って言ってたけど、正確には炭水化物やね。オートミールは個人的にダイエット目的っていうよりかは好きなんですよ、味が。やし、定期的に買ってはいる。腹筋どうやって割りましたか？これもね、この間お答えさせていただいたんですけれども、私もともと多分割れてるっていうか、人によったらその腹筋っていうのはもともと割れてて、そこに脂肪がついて腹筋の形が見えなくなってるだけみたいなことを言ってはる方もいるんですけど、私も10年間その陸上部でずっとやってて、だから腹筋とかが毎日の筋トレメニューで部活で組み込まれてたので、小学校低学年高学年からかもうずっと割れてはいたんですよ、その練習メニューのおかげで。ちっちゃい頃から割れてたらし、なんかお母さんにも言われた、なんかあんたはちっちゃい頃から腹筋が割れてたってどういう存在って感じだけど。ふみさん、
ダイエットの時の食事回数は絶対3回は絶対取る、絶対取る、絶対取る、絶対取る。欠食しない。絶対取る。ウォーキングすると足むくみませんか？あ、むくんでんのかもしれんけど、うちあんまりむくんでる感じがわからへんな。んで、その後にすぐにお風呂入ったりとか、マッサージとかストレッチするんで、ただウォーキングしてすぐ寝たら、ボーンって確かに足をむくんかもしれん。モチベを保つ上げる方法。いや、これはね、みんなもやってるかもしれんけど、まあ、よくあるのはさ、うちもやってたのはさ、その、アイドルの方とか、芸能人の方の画像を、もうひたすら見て、食事我慢してやってんけど、うちそれ続かんかった人でーすって感じなんで、もうね、毎日自分の足の写真とか、全裸の写真とかを撮りまくって、もうビフォーから、うちビフォーから撮ったら現実に目を向けて。で、するとね、加工してこう並べるわけですよ。加工っていうのはこう、なんていうの？横に並べる加工っていうの？12月とか11月、11月、10月、11月、12月みたいな感じで並べるとね、これがね、面白いことにね、ちょっとずつ細くなってんのよ。それがめっちゃモチベやった。来月はどれぐらい差があるかなって並べながら思ってた。ダイエットの YouTube 見るけど同じようにできなくて諦める。いやーマジうちもそうやった。てか、一瞬やんねん。一瞬やんねん。で、保存すんねん。ただ、めんどいねん。めんどいよな。で、それで、うちが一歩踏み出したきっかけが、ウォーキングにハマったことと、お米を、お米っていうか炭水化物を3食しっかりと、減らさへん、絶対に。しっかりと3食絶対食べる。で、200g が最低。一回みんなも測ってみると大体目安がわかると思う。多分しゃもじ4杯軽く4杯ぐらいで多分 200g やと思うんやけど、それをね、うちもね、最初は多いなーって思ってて、こんなん太るやんって。せっかく痩せたのにお米食べたら太るやんって思ってたけど、太らへんねん、それが。もうほんま極端に言うたら、もうウォーキングしたくない人も、運動も筋トレもストレッチも何もかもが全てがめんどくさい、何もやりたくないっていう人は、毎食絶対炭水化物食べること。3日間 200g お米毎食食べたけど体重増えたしやめたって思わんといてほしい、マジで。ほんま何もやる気ない人は一回ちゃんとお米と向き合ってみてほしい。ってな、農家の方ですかみたいになってんねんけど。いや、これ、お米って何回も言ってるけど炭水化物だよね。留学に勝つ方法、チートデーの頻度。さあ、最近ね、チートデーをね、してないんですよ、実は。してないというか、いろいろあるらしいんですよ。ハイカーボデーっていうのがいいとか、チートデーは何でも食べていい日じゃないとか、やっぱ人によっていっぱいあると思うんやけど、うちはなんていうの、大食いする日はもう設けてなくて、好きなだけ食べるを控えてるって感じかな。好きなものは食べるけど、好きなだけは好きなだけってどっかで今のうちに食べとかなきゃとか、もう食べれへんから詰め込まなきゃみたいな考えになりやすかったんやけど、うちも、ただその時味わってたかって聞かれると、味わうよりも先に食べることに意義を感じてたんやけど、ちゃんと毎日、例えば別にお菓子食べてもいいやんって。で、食べ過ぎなければいいやんと思って、毎日ちょっとずつね、好きなもの食べながらしてるから、ストレスだからそのおかげで全然たまらへんかな。ふみさんのこれだけは気をつけてるっていうことがあれば教えてほしいです。食べ過ぎた翌日に、やけになって食べ続けないことかな。とにかくやけくそになって、継続するのをやめないこと。どうしても何かを食べたくなった時は何を食べてますか？お米。ダメな日でも必ずやること。ダメな日、もうほんまに疲れ果ててもう泥のように眠りたい日ね。あるよね。そういう日はね、ストレッチをしないとしんどいというか寝つきが悪くなったので、前ものの張りを解消するストレッチとかを5秒ずつだけとか。足痩せに一番効果があったのは何でしたか？うちはウォーキングとストレッチかな。筋トレはね、こっちの動画で解説してるので、割とウォーキングのメニューとかも出してるので、ちょっと省かせていただくんですけれども、かなり答えられました。皆さんいかがでしたでしょうか？本当もちろんその考えが全てじゃないし、そのお一人にあった体調だったりとか、方法だったりとかあると思うので、一ご参考程度にしていただけますと幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら何回か動画でね、言わさせていただいていた今日のメイク方法とダイエットの1本目のもうほぼ私のあれにほぼもう私の全てを詰め込んだんですけれども、の動画はこちらでございます。それではまたお会いしましょう。本当に無理のない範囲でね、皆さん健康になるためにやるんだよ。無理したらあかんよ。